価値ある役目。誰がノーバの仲間かわからない以上、ノーバの謎を追いかけることは、意外な場所で予想もしない相手の妨害を受けるかもしれないということだな。嘘とも限りません。大いなる厄災はこの世界に召喚されたことはないのですから。大いなる厄災とこの世界が触れ合った時に全ての命は魔法使いになるのかも。試しにやってみるにはリスクが多すぎるな。大いなる厄災がぶつかればこの世界は砕け散るかもしれねえ。禁断の扉を開ける誘い文句は世界中にいくつも転がってる。死者に会える、新世界に招かれる。ニコラスのようにそのつもりはなくとも世界滅亡に協力してしまった人々はたくさんいるかもしれないね。賢者様の言う通り、誰がノーバの味方なのかわからない。どの土地に行っても注意しよう。ああ。ここにいる連中でなら俺とフィガロがギリギリだろうな。ギリギリ逃げられるっていう意味だ。ルチルが捕まって石にされなかったのはなぶられてたからだろう。ネロは一人だったら死んでた。そんなに強い魔法使いが存在したら知ってると思うけどな。年は若い？
わからねオズでも倒せそうにないのか？おいおい、そこまでじゃないだろ。え。明言はできねえ。俺はオズの本気を知らないからな。言わせんな。ああ。ネロでも逃げ切れるかわからない相手か。ならばノーバという魔法使いが姿を現しそうな場面では単独行動は避けるべきだな。わかった。心得ました。堅苦しい真似はよしてくれ。あんたの頼みならどんなことでも力になる。頼ってもらえて誇らしいよ。こっちこそ俺たちのことを真剣に考えてくれてありがとう。大切な役目を授けてくださって光栄です、賢者様。賢者様の代理として賢者の書をお預かりいたします。喜んで協力するよ。しかし君はこの世界の文字が読めないんだろ？いいよ。話し合いの時間が増えるのはいいことだ。
僕は引き受けられない。賢者の願いだ。子供たちの安全を守るための策でもある。できることなら力になりたいが、僕には人の心がわからない。僕に人との間の調和ができるのなら、今ここにいる僕は僕じゃなかったはずだ。僕よりもネロの方が気がつく。彼の方が向いているんじゃないか。ネロは向かないと思う。シャイロックと同じ理由で。彼らは人の形を変えたくないんだ。僕だって誰かの形を変えるようなことはしたくない。誰も変えたくないし、誰にも変えられたくはない。だからこそ人に関わらず暮らしていた。誤解しないで。人が変わるのは不幸じゃないよ。変わることを信じられなければ、新芽も大樹にはなれない。小鳥が空を羽ばたくこともできない。自分自身を信じることができないと、人は変わることができないんだ。だけど、君は人を諦めず、人の可能性を信じられる人だ。自信をなくして、希望を見失って、自分を愛せなくなった人たちも、君に素晴らしいと認められれば、自分に何かができると思えるだろう。名もない人々が英雄になれる。理想の自分を諦めた人たちが、明日、変わるための勇気を抱けるんだ。不変の祈りも、可変の希望も、どちらも素晴らしいものだよ。人を英雄に変えられたって、その責任が取れないなら意味はないよ。すべてのことに意味はあるよ。どんな些細な音色も楽曲に影響を及ぼすのだからね。蝶の小さな羽ばたきが風を揺らして、やがて大きな嵐を巻き起こすように。
子供たちの命がかかっている。僕にできることがあるなら、全力を尽くしたい。だが、買いかぶらないでくれ。僕は失敗した男だ。誠心誠意善処するが、僕を疑っていてくれ。どうして？不機嫌ってわけじゃねえが、面白くはねえな。てめえのその態度だ。おうよ。一人で岩を背負ってるみてえな、辛気くせえ顔しやがって。てめえが考えててめえが俺たちにやらせたいことがあるって話だろ。しけた面してんじゃねえよ。ブラッドリー、賢者様は俺たちのことを真剣に考えてくれてるんだ。だからこそ、その責任の重さに悩んで。それが間違ってるって言うんだ。俺たちが巣の中で餌を待つひな鳥にでも見えるのか？ちゃんとこっちを見ろよ。いいか、賢者。俺たちは魔法使いだ。お前よりも長く生きて、お前よりも強い力を持ってる。お前が決めたことだとしても、それに従うと決めるのは、俺たち自身だ。しくじったとしても、てめえを責めたりしねえよ。いいか、賢者。俺たちは、俺たちの責任で自分の生き方を決める。自分の心で、てめえを信じると決める。てめえなら間違いねえ。そんなことは誰も思ってねえよ。てめえとだったら、しくじったっていい。そう思ってるから、ここにいるんだ。わかるな。よし。だったらビクビクしながら俺たちの顔色を伺うのはやめろ。自分では何も決めねえくせに後から文句を言う歪小な連中のように俺たちを扱うんじゃねえよ。俺たちには誇りがある。卑しい奴らのように扱われたら心外だし腹が立つ。俺たちに誇りを与えろ。てめえが俺たちを上等に扱えば俺たちも大きな働きをしてやる。上等に扱えっていうのは褒美をくれって言ってるわけじゃねえぞ。価値が欲しいんだ。信頼ってのは価値だ。てめえだけが生み出せるものだ。苦い顔して申し訳なさそうに仕事を与えるな。仕事を与えるなら最高の宝石のように与えろ。
てめえの部下に胸を張らせてやれ。誰だって価値ある役目を果たしたいんだ。頭の仕事はてめえについてくる奴らに価値を与えてやることだ。わかるか？よし、いい子だ。泣くな。顔を上げろ、ほら。国ごとに指揮者を立てて、そいつらに報告させて、そっから学ぼうだって？悪くないアイディアじゃねえか。問題に気づいて対策を立てたんだ。そこまでできたんだから自信を持てよ。しくじったって大したことねえさ。また別の手を探せばいいだけだ。なんてったって俺様がついてる。その他の奴らも一応な。その他って何？その他って何かな？うるっせえ野郎どもだ。聞いたか賢者。どいつもこいつも出しゃばりだな。もう大丈夫だな。叱られるのをおっかながってちゃ何もできなくなっちまう。賢者だの大いなる厄災だのに振り回されるのはごめんだが、そろそろ腹を据える時期だ。死にたくねえし死なせたくない奴らもいる。また半分も入れ替わったら顔を覚えんのも大変だしな。手を考えようぜ。一つだけ確認してもいいか？今までの任務では先生役だったオズが中央の魔法使いをまとめてきた。だが俺が指揮官になった以上、指揮権は俺にあると思っていいのか？つまり主君であるアーサー様や先生役のオズを飛び越えて俺が所持を決めていいのか？特にオズが心配だな。俺やアーサー様は先生。教官と指揮官の違いはわかる。教官は育成を司る役目。指揮官は組織を指揮する役目だ。似ているようで違う。例えば、ファウストが何かの組織の指揮官で、その教官がフィガロだったとする。普段はファウストがフィガロに指導される側だ。だけど、組織に何かあった時は、ファウストが決定を下して、フィガロはそれに従う必要がある。あ、うん。そうだな。わかりにくかったかな。じゃあ、例えば、ブラッドリーが頭で、その部下がネロだとして。おい、待て。ああ。どうした？どうしたって？なんでいきなりネロだよ。今の感じで例えるなら、ここにいるムコさんの名前を出すだろう。ラスティカはあんまり誰かの部下にならない気がして。僕はあまり誰かの部下にはならないかもね。で、話を戻すけど、俺はオズよりも強い指揮権を持ってると思っていいのか？権力を握りたいわけじゃないが、はっきりさせておかないと、いざという時にトラブルになる。カインの場合、アーサー様は主君だしね。鬼人警護の任務と考えるなら、警備を任された騎士団や近衛兵に指揮権がある。アーサーは自分が警護される対象だとは思ってないだろう。そこなんだよな。あの王子なら自分で軍隊を率いて指揮することも可能だろう。もちろんだ。だが、率先して危険に身を置くような真似をされては困る。アーサーを守るためにも、俺が指揮権を握ることを認めてほしいんだが、オズやリケは承知してくれるかな。
中央の小さいのはともかく、オズは人の下になったことねえだろうからな。それを言うなら、ミスラやオーエンも同じじゃないのか。君、大丈夫か？大丈夫なわけないだろう。交響曲だなんだと前置きしても、指揮官の意味は組織の頭だ。つまり集団の頂点さ。俺は北の国のてっぺんに立つ男ってわけさ。そうだね。そうだねじゃねえよ。俺が北の国のてっぺん、指揮官だなんて名乗ってみろ。ミスラとオーエンとスノーとホワイトに寄ってたかって殺される。そうなのかい？そうだろうね。中央の国も気をつけた方がいいよ。オズが君に甘いのは君が子供だと思ってるからだ。俺が子供？まあ、そうだな。まだ50歳以下だもんな。クロエと少ししか違わないしね。結婚だってできるし、酒だって飲めるんだぜ。おうおう、生きってやがる。酒だって飲めるんだぜ。だって。可愛いものだな。君くらいの年の頃が一番大人扱いされたがるもんね。なんだこの空気。俺は普通の話をしてるのに。魔法使いは普通じゃねえのさ。そろそろ慣れろよ、騎士の兄ちゃん。話を戻すけど、オズは君に自分を従える権利があると知ったら絶対に指揮官だとは認めない。そうかな。絶対に絶対に絶対に譲らない。譲られてたまるもんか。若造に指図されるオズなんか見たかないぜ。俺も。西の国は心配ないよ。僕を主人と仮定したある種のごっこ遊びが流行りそうだけど。東も同じく、何も起きなそうだが。南の国も平和だと思うよ。じゃあ北と中央では内緒にしたら？内緒？指揮官っていうのは胸に秘めてこう影から操る感じで。出たよ、フィガロお得意の。人聞きが悪いな。北と中央だけ秘密にしたってどっかから漏れるだろう。特に南の兄弟あたりから。ミスラさん、南の指揮官はフィガロ先生なんです。北の指揮官は誰になりましたか？は？指揮官って何です？俺は聞いてないですよ。となりそうだな。なりそうだね。わかりやすい小芝居ありがとう。ゾッとするぜ。北の国で誰がてっぺんかって問題は生き死にに関わる問題だからな。名誉に関わる話でもある。誰が誰の上で誰が下かっていう序列に北は敏感なんだ。いつかは奴らとケリをつけてやるが、大いなる厄災との戦い前に小競り合っても仕方ねえ。俺もオズが反対するんじゃ力ではかなわないだろうしな。ひとまず反発を受けないように隠し名をつけるのは。味方同士で会話するときにもどこで誰が聞いているかわからない。そんな時のための一組名だ。例えば密偵と呼ばずに加護商人と呼んだりする。消極的な案ではあるが、指揮官ということは気づかせずに済む。では、日誌係はどうかな。せっかく賢者様から僕たち用の賢者の書をいただいたことだし。日誌係か。決まらねえが、まあいい。通常の任務の時とは別に、ノーバに近づく仕事の時には俺が裏から仕切ればいいんだな。楽団で指揮棒を振るように手のかかる連中を調律しろってことだ。いいぜ、やってやる。俺も全力を尽くすが、オズに抵抗されたらどうすればいい？
アーサーのためだから言うことを聞けと言えばいい。アーサーにはオズのためだと。なるほど。お、また何か暗躍してやがるな。楽な死に方しないぜ。不吉なことを言うのはよせ。賢者、僕はネロには話すと思う。話したからといって何もないだろうが、彼に秘密を作らないようにしたい。東の連中は連携が細かい。だがうまくやってるみてえだな。北の国よりはな。話し合いは以上かな。待て、もう一つ。ムルの研究室についてだ。ムルの研究室？噂に聞いたことがある。西の魔法使いのムルは世界中に研究室を隠し持ってるってな。大いなる厄災について最も調査していたのはあいつだ。あいつの研究室には大いなる厄災や傷について何か手がかりがあるかもしれない。もっともだが、今のムルに研究室の場所がわかるかな。あいつにわからなくても西のパイプのみならわかるかもしれない。聞いてみるよ。頼むぜ。賢者よ。賢者よ。そなたの身を守るために作っておったものが完成したのじゃ。そうじゃ。今までの任務の最中にも様々な危機が迫っておったが、ノーバと申す魔法使いに近づけば、さらにそなたに危険が及ぶじゃろう。ほっほっほ。かわいいそなたは我らの手で守ってやりたいが、場合によっては叶わぬこともある。そのような時のために我らの代わりにそなたを守る使い魔じゃ。いでよノスコムニア。サクリフィキウムじゃ。愛くるしいじゃろ。そなた好みの見た目にしておいた。気に入ってくれると良いのじゃが。さようじゃ。気に入ってくれたかの？そなたに寄り添い、いざという時にはそなたの身を守るじゃろう。喜んでもらえてよかった。片時も離さずそばに置くとよい。